2004年7月、吉野山を含む紀伊山地は霊場と参詣道としてユネスコの世界遺産に登録されました。一目千本と言われる吉野山の桜は白山桜を中心に200種類以上、約3万本にも及びます。1300年前、金剛座黄金元を祈り、その姿を山桜に刻みお祭りしたことが吉野山の桜の起源となります。先人から伝わる祈りや思いが現在の美しい吉野山の風景を形作りました。吉野杉、吉野ヒノキの歴史は深く、約500年前まで遡ることになります。年輪は均一に並び、色艶が良く、光沢に富んだ良質な材木を育成する吉野の技術力は日本の林業の礎となりました。現在では吉野材ブランドとして世界中から注目を浴びています。また製材で出た廃材を利用し、割り箸をはじめとしたさまざまな加工品の製造も盛んに行われてきました。新型コロナウイルスの流行でマスク不足となった際には、カンナくずを利用したヒノキのマスクなども新たに開発され、注目が集まっています。吉野山の多くのお店が取り扱う吉野くず、マメ科の植物の根に含まれるでんぷんが原料です。乾燥させて粉末状にし、主に和菓子として加工されています。本くずを使用したくず菓子は味も食感も絶品で、見た目も美しく風情があり、花見のお供などとして親しまれています。寒冷な気候と良質な水を背景に、江戸初期から始まり現在に至るまで400年以上の歴史の中で多くの人々に愛されてきました。一級河川にも選ばれている吉野川の清流を礎に、くず地区を中心に古くから和紙の製造が盛んに行われてきました。くずの和紙は強度が高く、それでいて柔軟性があります。手すき和紙のしなやかさ、丈夫さは伝統的な工芸品や美術品などにも重用されてきました。安価な洋紙の普及とともに最盛期に比べその需要は低迷しましたが、近年ではインテリアに取り入れられるなど和を代表するモチーフとして人気が再燃しています。
こんにちは。日本独特の宗教と言われます修験道、山伏の宗教ですね。その修験道の根本道場、吉野山の金峰山寺、その本堂の蔵王堂からこうして初めてお目にかかります。ようこそ吉野山蔵王堂へお越しをいただきました。ありがとうございます。修験道というのは日本の山岳宗教と言われますけれども、山の中へ大自然の中に入らせていただいて、その中で大自然と私と一対一の中で溶け込んで自分を変えていくという修行をするわけでありますけれども、修験道の修というのは修する、自分で行うということであります。見は印、仏教では印はお悟りではありますけれども、私たち在家の宗教にとりましては一つの結果を残すということですね。ですから自分で体を動かして汗をかいて体中でものを受け止めて考えて、そしてその中から結果を残していく、修行の成果を残していくというのが修験道という文字の言われであります。ですから私たちは山に実際に入って修行をして汗を流して神仏と一体となって自分の中の汚い心を直していき、汚い体をきれいにしていく、そういう修行を1300年の縁の行者の昔から行ってきたのがこの日本独特の宗教といわれる修験道の修行の在り方であります。その中心的なところがこの吉野のこの金峰山寺というところであります。日本中の山伏が一生に一度はこの吉野大峰に来て修行をしたいと恋憧れた地がここでありますし、またそうですね、近畿圏内あるいは静岡ぐらいから山口ぐらいまでの山伏たちは一年に一度はこちらへ来て修行し、自分の汚れを落として、そしてお札をもうてお家へ帰ったならば、地域の方々に、村々の方々にお札を渡して、そのお札を田畑に立てて虫札といいまして、虫をよけて五穀が豊穣でありますように、海に備えたら海の収穫がよく、漁獲がよく取れますように、そんな生活に密着した修行をしておったのが、日本人の私たちの先人たちの生き方なんでしょう。その、中心というか一つの生活の営みの中に修験道の山伏という生き方があったんやというふうに思います。私たちは山に入らせていただいて、ただそこにおるんではなしに、しっかりと山と相対して心を解き放って、そして神仏を受け入れていただいて、自分の中の神仏を築いて生かされて山から出てくるというのが私たちの形ですけれども、その中には必ず自分だけがようなったらええという祈りではなしに、人様、知った人知らない人全ての方々が良くなってほしい、そんな祈りを心に込めて修行をするわけであります。そういう意味では、自分のためだけの欲で修行するんではない、大勢のため、一方のために、先祖のために、あるいは未来の子どもたちのために思いながら山で修行させていただくというのが続いてきた祈りの形、修行の形やというふうに思っております。そういう意味ではヨガを、私はヨガは体験ぐらいしかしたことはないんですけれども、ご自身の体をしっかりと動かして、その大地の気、あるいは空気の呼吸の一つを持って自分の体内と外の空気、その大地の持つポテンシャルを体にしたためて、その体感の中でしっかりとそこでヨガの中で、禅定ですかね、仏教でいう禅定の中に入っていくんだろうと思うんですけれども、そういう意味では大自然の中で山伏が培ってきた、営んできた神仏に抱かれて、大自然に抱かれて、自分と大自然と対峙しながら受け入れていただいていく、そういう行いというのは相通ずるんだろうと思いますし、もちろん仏教はインドから参りましたし、お釈迦様の
その教えを守り、私どものご本尊金剛蔵王権現も、権現ですから仮に現れたと言いますけれども、もともとの姿は、お釈迦様が姿を変えて怖い形になって現れたのが、蔵王権現と申しますから、その気は通じて、ヨガとの気は通じておるんだろうなというふうに思います。そういう意味で、ぜひ一度、この吉野山なり吉野町の大きな森、きれいな空気、美しい水に接していただいて、その中でヨガでもってご自身とこの吉野の木と大地と触れ合う時を作っていただいたら、普段のスタジオでするヨガよりもずっと良い結果が得られるかも分かりません。ぜひそんな思いで一度お越しいただいたらありがたいなと思います。お待ちしております。ありがとうございました。
薬徳法塾万人安楽大和